皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Xiaomi が中国国内で発表しました Redmi Watch 4というね、新しいスマートウォッチをご紹介いたします。日本国内でも Redmi Watch 3というモデルが今現在発売されていますが、その後継モデルとして今後日本でもね、発売されるんじゃないかなという気はしますけども、その前に一体どんなスペックになるのか、Xiaomi 公式サイトの情報を Google 翻訳してありまして、ちょっとね、おかしいな翻訳結果になっているのもありますが、そのあたりはね、ご了承ください。というわけで早速本日も行ってみましょう。というわけでね、まずデザインになりますが、ナイロンループベルト、またレザーベルトやこういったメラネーゼですね、そしてシリコンベルトですね、いろんなタイプが用意されていることが分かりますし、またボディのカラーリングもブラックやシルバーといった感じでね、組み合わせ次第では様々なね、デザイン性っていうのを生み出していると思います。まず最初にディスプレイの情報になります。トレンドのスクエアスクリーンウォッチが再び進化とありますが、まずサイズになりますね。1.97 インチの超大型文字盤は面積を 26% 拡大し、シンプルですっきりとしたビジュアルのアモレット高輝度スクリーンということですね。そしてより素晴らしい表示効果を持たし、手首に個性を放つことができますということですが、サイズがなんと 1.97 インチとね、結構大きくなっています。Redmi Watch 3よりも 26% ほど大きくなっているということです。ですのでパッと見の印象としましては、おそらく一回り大きめに見えるんじゃないかなと思います。そしてディスプレイは液晶ではなくアモレットディスプレイ、またリフレッシュレートは 60Hz をね、ヌルヌルのタイプを採用してきています。しかしながらですね、LTPSを採用していますので、相当ね、消費電力を落としてきてるんじゃないかなと思いますが、画面消費電力が 18% 削減していますよと出ています。これも Redmi Watch 3と比較して消費電力は 18% 削減ということになります。そしてボディの素材になりますが、金属ボディということです。質感が大幅に向上しましたということです。Redmi Watch は初めて強度と信頼性の高いアルミニウム合金ミッドフレーム素材を使用しています。ちなみにですね、アルミニウム合金は時計本体の素材全体ではなく、時計本体の中枠部分を指しますと出ていますので、この指示を見るとこのシルバーの部分に値すると思いますね。下の部分はおそらくプラスチックだと思われます。このアルミニウムの部分は上質な金属のサンドブラスト、こういったね、艶消しになっていまして、加えてダイヤモンドのカット技術や丁寧に磨かれたリューズはステンレスなんですね。ということになっています。そしてバンドになりますが、簡単にコントロールできる様々なスタイルとありますが、新しいクイックリリース構造設計でワンクリックで簡単に交換できるようになっています。これはいいですね。なかなかね、やっぱり取り外しにくいっていうモデルも多いんですが、こういった構造になりますと結構硬くてボタンを押しても外せないっていうものもあったりしててね、このあたり新しいクイックリリース構造ということですので、取り外し面でもね、楽になったらいいなと思います。そしてカラーバリエーションですね。ブラックボディに対してグリーンのナイロンバンド、ピンク色のね、バンドも用意されていますが、結構トータルとしては似合ってますよね。そして今度はレザーバンドも用意されています。ブラックボディに白やこういったブラウンのレザーベルトも用意されています。そして金属素材のものも用意されています。Apple Watch でもよく見るね、ミラネーゼタイプになっていますね。そしてね、定番となります TPU 素材のものも用意されていまして、カラーバリエーションとしては結構豊富にある感じです。蛍光イエローやラベンダー色でしょうかね。ブラックタイプ、そしてホワイト系、このシルバーボディにかなり合いますね。加えてですね、文字盤の情報になりますが、明るい画面情報、トレンディーで優れた画面を備えた200以上の文字盤があるということです。ちょっと隠れている部分もありますが、なかなか凝ったデザインのものが用意されています。次はスマートなエクスペリエンスがやってくると出ていますが、どんなものでしょうか。ということで、スマートなものと言いますと、ここ最近発表されましたが、Xiaomi から新しいスマホ用の OS かなと思ったんですけども、ハイパー OS オペレーティングシステムを搭載した Redmi 初のスマートウォッチということです。ハイパー OS ってね、つい最近発表されたばかりですけども、それがなんとスマートウォッチにも搭載されています。このあたりはファーウェイとちょっと似ている傾向はありますね。Android OS を使えなくなったファーウェイは独自でハーモニー OS を開発しまして、それがね、スマホのみならずスマートウォッチにも搭載されてきた。この流れが、Xiaomi は Android を使うことができますが、Android を独自仕様にしたハイパー OS という感じになっていると思います。しかしなが
がね、スマートウォッチにもそれが入ってきたというのはちょっと興味深いところではあります。ということで、これらが入ってきたゆえに、いろいろなね、連携ができるようになりますよということだと思います。例えばね、ここ翻訳できていませんけども、リマインダーを見ると出ていまして、タクシーの進捗状況をリアルタイムに表示するということはね、やっているようです。今ね、どれぐらいのところまで来ているのかっていうことだと思いますが、それがね、見れますよということです。そしてここの部分を見ますと、ウォッチコントロールでフロントのスピーカーやまたシャオミのテレビをコントロールすることができるということが出ています。またこの部分は手首に小さな愛と出ていますが、スマートリストの音声アシスタントと出ていますが、画面上にですね、平日の午後8時にアラームをセットしてください。勤務日の午後8時に目覚まし時計をセットしましたというふうにね、音声アシスタントが動いている様子が見られます。そして気になるバッテリー持ちになりますが、なんと標準仕様で20日間の長いバッテリー寿命ということです。これはすごいですね。1回の充電で3週間の安心とありますが、これはですね、スマートウォッチ界隈で言いますと、20日間ぐらい持つっていうとね、Amazfit の T-Rex シリーズとかすぐ思い浮かべますが、なかなか長寿命になっています。ちなみに AOD を使った場合は10日間ということです。これだけ見てもすごいですね。長く持ってもだいたい1週間ぐらいっていうのが多いんですけど、AOD 使って10日間はなかなかないですね。そして最長のですね、もうおそらく様々なスマートウォッチとしての機能をほぼほぼストップさせますけども、その場合30日間ということで1ヶ月ぐらい持つということですが、強烈です。そしてこの部分はね、日本ではなかなか使えないんじゃないかなというふうに思いますが、手をかざすだけでスワイプできる多機能 NFC バス地下鉄とありますが、本体に多機能 NFC を内蔵していますね。ということで中国国内のバスや地下鉄にウォッチをかざすだけで決済して乗ることができますよということですね。これはね、残念ながら日本のバスや電車に乗るってことはなかなか難しいと思います。そして QR コードの決済も中国版は対応していますね。アリペイや WeChat Pay ですね。この QR コードをお店の読み取り機などにかざすとオフライン決済することができますよと出ています。そして次にね、ヘルスケア関連になっていきます。スポーツと健康、さらに一歩前進とありますが、まずスポーツモードは150種類以上あるということですね。おそらく皆さんがされるスポーツに対応していると思われます。そして GPS の情報になりますけども、プロフェッショナルな屋外のランニング、独立衛星測位とありますが、世界の5大衛星測位システムに対応ということで、いわゆるアメリカの GPS に始まり、グロナス、ガリレオ、QZSS、ベイドですね。このあたりに対応していると思われます。そして防水機能になりますが、5気圧防水ということでね、5ATM になっています。また18種類のウォータースポーツに対応しているということでね、先ほどの150のスポーツモードの中に18種類ウォータースポーツが入っているということです。ただこのイメージを見ますと水泳ということになっていますので、おそらく海で使うといったスポーツには対応してないんじゃないかなと思います。そしてセンサーに関するものになりますが、ヘルスケアでアップグレードされた4チャンネルの PPG センサーによってモニタリング精度が最大 10% 向上しましたということです。これは Redmi Watch 3と比較して 10% 向上したということですね。このあたりもね、進化していることがよくわかります。で、その測定の中には全天候型血中酸素モニタリングということで SpO2 の測定が24時間できます。さらに睡眠モニタリングももちろんできるようになっています。そしてストレス測定や呼吸のトレーニングや女性の健康に関するリマインダー機能も搭載されています。ではまだ触れていない気になる詳細スペックを見ていきたいと思います。まずバンドが含まれていない重さになりますが、約 31.5g ということで、やはりね、アルミを採用しているということもありまして、若干ですけどね、重めになっています。これバンド加えますとプラス10から 20g ということで、やっぱりね、ある程度ずっしり感はあるんじゃないかなと思います。そして画面の解像度ですけども 390×450 ということで、これもね結構いい数値になっていますね。もっと上のクラスになると466、466とかありますけど、このぐらいの数値がありましたらかなり高精細じゃないかなと思います。画面はタッチ操作をサポートということです。また画面の明るさは最大で600ニトになっていて、しかも自動調光機能ついているよとね、はっきり書いてあるのが、ここはかなりね嬉しいですね。前作の Redmi Watch 3は自動調光機能ついていなかったので、これはねちょっとサポートしてくれたのは嬉しいです。そしてバッテリーの容量になりますが 470mAh ということで、さすがに容量としては大きいですね。標準仕様で20日間持つということですので、このぐらいのバッテリー容量があるっていうことと、そして様々な技術で20日間まで伸ばしてきたということが、この数値からもね一つ要因となっています。そしてこの部分は一つね覚えておきたい点になりますが、システム言語になります。この中国語版に関しま
しては、簡体字や繁体字の中国語と、そして英語のみのサポートとなっています。ですので、システム言語として日本語は対応していませんので、輸入等で購入される方はご注意ください。そして最後にね、同梱物になりますが、この本体そのものと、このリストバンドですね、また充電ケーブルと説明書が入ってますよと出ています。ということで最後にね、価格になりますけども、Redmi Watch 4のシリコンバンドのタイプになりますが、この動画作成時のレートになりますが、1元あたり 20.5 元で計算しますと、1229円となりましたので、約1万円と思っていただいていいんじゃないかなと思います。ということでね、1万円でここまでのスペックを購入できるのはなかなかいいんじゃないかなと思います。というわけで今回 Redmi Watch 4が中国国内にて Xiaomi から発表されましたが、いかがだったでしょうか。なかなかのスペックですね。まずボディがアルミニウム合金になったということ、そしてリューズがステンレス、またバリエーションもね、豊富になっていたり、そして価格がなんと1万円ほどで購入できるっていうのはなかなかすごいですね。おそらくですね、昨年のこの同じ時期に発表されているモデルになりますので、今後日本においても来年の春ぐらいには上陸してくるのか、もしくはね、ここ最近 Xiaomi 結構積極的に早めに日本国内にスマホなどを投入してきているので、もしかしたらね、結構早く上陸してくるのかなっていう気もしますけども、いずれにしても価格が戦略的に1万円ほどであれば、やはりね、このモデルも売れるんじゃないかなと思います。GPS も搭載されているということで、Xiaomi のサブブランドといえども、モリモリのスペックになっているので、間違いなく売れそうな気がします。というわけで、この前モデルであります Redmi Watch 3に関しまして、レビューを出していますので、もしそちらの方ね、気になるっていうことであれば、ご覧いただければと思いますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧いただければと思います。この動画良かったよということであれば、高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。